皆さんこんにちは。タイトジャパニーズのタイトです。今日のポッドキャストのテーマはズバリお酒になります。日本のお酒文化について話していこうと思います。もしかしたら皆さんも聞いたことがあったり見たことがあるかもしれないんですけど、日本人っていうのはお酒が好きな人が多いです。よく SNS とかで見られるのが、もうお酒に酔って泥酔して、泥酔ってお酒に酔っ払いすぎることなんですけど、泥酔して渋谷の街とか駅のホームで寝てしまっている人、酔っ払ってその辺りで寝てる人、そういった光景を皆さんも見たことがあるのではないかなというふうに思います。それではなぜ日本人はあれだけ酔っ払うぐらいお酒を飲んでしまうのか、どういうふうなお酒の文化があるのかっていうのを、皆さんにぜひお話できたら面白いのかなというふうに思ったので、今日はそのお酒の話をしようと思います。このお酒を飲む場所のこと、居酒屋でお酒を飲む場所のことを、そういった機会のことを飲み会っていうふうに言います。日本ではこの飲み会っていうのがコミュニケーションを取る上でとても大切な場となっています。どういうことかっていうと、やはり日本人は普段物静かで礼儀正しい人が多いので、そういったお酒の力をある意味借りることによって、普段なかなかコミュニケーションが取れない人ともコミュニケーションを取れる、そういった場としてこの飲み会っていうのがコミュニケーションを取る上でとても大事な場とされています。なので、もしかしたら日本人とお酒を飲んだことがある人も今見てくださってるかもしれませんが、日本人はお酒を飲むと人が変わります。180度性格が変わる人もいます。飲み会にもいろんなスタイルの飲み会があって、会社の人、会社の同僚、上司と行く会社の飲み会があったり、普段の普通に友達と一緒に居酒屋に行く友達との飲み会があったり、いろんな飲み会があります。こんないろんな飲み会があるんですけど、特に金曜日の夜、私は今東京に住んでいますけど、金曜日の夜は居酒屋が大盛況しています。大盛り上がり。予約をしていないとお店に入れないぐらいとても人が多いです。その中で会社の飲み会っていうのはある意味仕事の延長になります。もちろんそういった仕事の延長ではない飲み会もあるんですけど、例えば上司と一緒に行く飲み会とか、クライアントの人と一緒に行く飲み会とか、そういった仕事の延長として飲み会という場が活用されることが日本では結構多いです。なので日本には飲みニケーションっていう言葉が存在します。飲みニケーションっていうのは飲むとコミュニケーションを組み合わせた言葉です。飲みニケーション。この言葉の意味っていうのが、お酒を飲みながら人間関係を深めたり、コミュニケーションをとって普段は言えないような内容の話をしたり、そういった意味合いでこの飲みニケーションっていう言葉は使われています。なのでお酒が入って酔っ払うと普段言えないようなことも言えてしまうっていう風な考え方ですね。このポッドキャストの冒頭でお酒を飲むと180度性格が変わる人もいるって言いましたけど、それはもうその通りで、やはり何度も言うように日本人、私たちは普段とても礼儀正しいです。礼儀正しくしないといけないっていう風な、風潮があったり、あとは普段思っているようなことがあってもそれを言えない、思ったことをストレートに言えないっていう風な文化があります。なのでお酒を飲んである程度酔っ払うと、普段のその言いたいことが言えない、礼儀正しくしないといけないっていうところから一気に解放されて、もう自由になります。自由になったらどうなるかっていうと、すごくテンションが高くなって言いたいことが言えたり、人との距離感が近くなったり、
普段ボディタッチ日本人ほとんどしないです。ハグもしないですけど、すごいハグをしたり肩を組んだり、そういったことがよく見られます。なのである意味このお酒っていうのが日本人の本音を言うスイッチになっているのかもしれないです。僕も会社の飲み会によく参加していましたけど、本当に180度性格が変わるっていう人が結構いました。普段は本当に真面目で静かに仕事をカタ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 ってしてるような人が、飲み会でお酒を飲んで酔っ払うと一気にテンションが上がってものすごく喋ったり、普段は敬語で話してる上司に対してタメ口で話したり、カラオケに行ったらカラオケで熱唱するだけじゃなくて踊り出したり、それぐらい性格が変わる人が結構います。なので日本の飲み会っていうのはある意味めちゃくちゃ面白いです。普段は見れないその人の一面っていうのが見れるのでとても楽しいです。なので本当に普段の仕事をしているその人が本当のその人なのか、お酒を飲んだ飲み会のこの性格が本当のその人の性格なのかっていうのが分からなくなるぐらい性格が180度変わります。やっぱりこういう風な現象が起こるのは日本の文化的背景、普段はおとなしくしないといけないと、礼儀正しく振る舞っていないといけないとか、そういったところから解放された結果、そういう風な現象が起こるのではないかなというふうに思います。そしてこの飲み会なんですけど、面白いのは飲み会の当日だけではなくて、飲み会の次の日もものすごく面白いです。どういうことかというと、飲み会がありました。そして次の日会社に行きます。あ、何々さん、昨日はありがとうございましたって挨拶すると、ありがとうございました。それだけ。昨日あんなにテンション高くて、なんなら一緒に肩を組んで歌を歌ったりしてたのに、ありがとうございました。それだけっていう風なことがよくあります。これは日本の飲み会あるあるだと思います。昨日お前は最高の同僚だよって言ってくれたのになっていうことが起こったりもします。ある意味飲み会は飲み会、仕事は仕事っていう風に切り分けてる人が多いのかもしれないですね。でもちょっと気まずいですよね、やっぱり。昨日あんなに仲良くしてたのに、あれ僕嫌なこと言ったかなとか、してはいけないことをこの人に対してしてしまって、この人怒ってるのかなみたいな風に考えてしまうこともあるので、ちょっと気まずいです。このような日本の飲み会文化っていうのがあるんですけど、外国人の方もお酒を飲むとやっぱりテンションが上がったり楽しくなって、普段よりエネルギッシュになるっていう人が、いるのはいると思います。ただじゃあ日本は何が特殊か何が違うのかっていうと、普段やはりものすごく静か、礼儀正しく振る舞っている、言いたいこともなかなか言えないような雰囲気がある、そういったところからお酒を飲むと一気にオープンになるので、このギャップが海外の人と比べると大きい。そういったことで、日本人の飲み会文化は特徴的、ユニークだっていうふうに言われることが多いのかなと思います。個人的にはもう少し普段から言いたいことが言えたり、もう少しフランクな関係性の方がいいのではないかなというふうに思います。ただやっぱり日本人のその礼儀正しさ、そういったところも良さではあると思うので、このバランスっていうのが大事なのかなと思います。はい、ということで日本の飲み会文化についてお話をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。皆さんの国のお酒の飲み方、お酒の文化と違いましたか？一緒でしたか？ぜひそのあたりをコメントで教えていただければなと思います。あとは日本で実際にお酒を飲んで面白かったエピソードとか、そういうのがあればコメントで教えてください。
はい、ということで今日も最後までポッドキャストを聞いてくださりありがとうございました。ちょっと待って、この日本語どこで学べるん？このチャンネルを登録しろいねん。